一番深いところはとても濃い青色をした世界で、海の水は透明でたくさんの美しいお魚が住んでいるとても素晴らしいパラダイスです。そこに人魚の王様のお城がありました。お妃様は6人のお姫様を産んですぐに死んでしまいました。おばあ様がお姫様たち6人をお世話していました。おばあ様はお姫様たちにいろいろな世界のお話、海の外のいろいろな国のお話など、世の中のことを詳しく教えてくださいました。王様のお城は色とりどりのサンゴとキラキラ光る真珠の入った貝でできていました。6人のお姫様たちはすくすく成長していきました。特に末のお姫様、人魚姫は6人の中で格別に美しく、アクアマリンのような目をして、バラの花びらのような美しい肌をしていました。人魚姫は見知らぬ船が転覆した時、海に沈んだ美しい少年の像を大切に持っていました。上のお姉様たちに比べると、人魚姫は物思いにふけることが好きで、地上の人間の世界のお話を聞くのが大好きでした。15歳になったら海の上に浮かび上がることを許してあげましょう。船に乗っている人を見たり、海辺の街を見たり、緑の森や空飛ぶ鳥、眩しい太陽、とてもいい香りの美しい花たちも見られるわ。まず一番上のお姉様が15歳になりました。いろいろなものを見て帰ってきました。お城やぶどう園のお話など山ほどお土産話がありました。音楽に耳を傾け、小鳥のさえずりを聞き、バラ色に光り輝く朝日や黄金色の夕日を見たりしたお話です。人魚姫が15歳になるまであと5年の年月が必要でした。自分も早く海の上の世界が見たくてたまりません。やがて待ち遠しかった15歳の誕生日の日、人魚姫は海の上に上がっていきました。今までのお話で聞いたこともない素晴らしいもの、それは船の上の王子様でした。船の上では王子様の誕生日を祝うパーティーが行われていました。とても素晴らしい王子様、なんて素敵な方なんでしょう。その時です。急に空が真っ暗になり、大嵐が来て王子様の乗っている船が沈んでしまいました。人魚姫は必死で王子様を探しました。気を失っていた王子が目を覚ました時、人魚姫は岩場の陰に隠れていました。そこへ一人の可愛い人間の娘が現れました。助けてくれてありがとう。君は命の恩人だ。王子様はその娘の目を見て微笑みかけました。私が王子様を助けたのに、王子様は私に気づきもしなかった。なんてことでしょう。人魚姫は泣きながら海の底の王様のお城に帰っていきましたが、いつも思っていました。また王子様にお会いしたいわ。人魚姫はついに我慢できなくなり、上のお姉様にことを打ち明けました。さあ、王子様の国へ連れてってあげましょう。上のお姉様たちは王子様の住むお城のある海辺へ人魚姫を連れて行ってやりました。愛しの王子様、私も人間になりたい。上の世界に住む人間と海の底に住む私たちの違いを話してあげましょう。人間は命が尽きると永遠の魂を授かるのです。人魚は300年も生きていられるけど、命が尽きると海の中で泡と消えてしまう運命なの。
人魚姫は毎日のように王子様を見るために城のバルコニーの下まで行きました。おばあ様から教えていただいた人間になり永遠の魂を得る方法は王子様と永遠の愛を誓うことだわ。人魚姫は人間になる決心をして海の魔女の家に向かいました。お前の相談事はすべてお見通しだ。さあ、この薬をお飲み、飲めばヒレが2本の足になるよ。人間のように歩くとガラスが刺さったように痛いのさ。それとお前のその綺麗な声をもらうよ。王子様の愛を獲得できなかったらお前は次の日泡となって消えるのさ。これで王子様のおそばにいられる。人魚姫は浜辺で薬を飲み人間になるとガラスが突き刺さるような痛みをこらえて王子様のお城へと行きました。なんて美しい人だ。今日からこの城に住んでハープを奏でてくれないか。王子様のおそばにいられて王子様のお世話ができてとても幸せと人魚姫は心の中で叫びました。王子様は人魚姫をとても大切にして可愛がりました。金糸銀糸で織られた素敵なドレス、光り輝くネックレス。王子様がバイオリンを弾き人魚姫のハープと合奏です。月日が経ち王子様は隣の国のお姫様と結婚することになりました。声を失って本当の気持ちを伝えられなかったせいで、思いを伝えなければ婚礼の次の日私は海の泡となって消えてしまう。海の魔女に私たちの髪を売ってこのナイフを手に入れたわ。これで王子様の胸を刺しなさい。お姉様からナイフを受け取りましたが人魚姫はどうしても王子様を刺すことができませんでした。私は王子様と一緒にいられるだけで幸せだった。愛する家族を捨て美しい声を捨て、その苦しみと引き換えに王子様との幸せな時間を得ることができました。王子様の愛はもう新しい花嫁のもの。さようなら王子様、あなたの幸せをいつまでも祈ってます。人魚姫は朝日が昇る頃海の泡となって消えました。何も知らない王子様は結婚してとても幸せでした。花嫁は人魚姫そっくりの可愛いお姫様を産みました。人魚姫は海の泡と消えましたが永遠の魂を授かり再びお姫様としてこの世に誕生できたのでした。